はいどうも、しんです。今日もアークサバイバルエボルブドやっていきます。で、本日に関しては、アンキロくんの一緒に住む拠点ですね、を作る建築会になります。髪結構伸びてきましたね。ハサミっていう髪切るアイテムもあるんで、また作っていければと思います。では、場所ここではなくて、ブロントくんうるさいな。影になるし。近くにちょっと鉄が集めやすそうなところにですね、移動しようかと思うので、そっちにもう建材は集めてます。ただ、どういう形にしてるか決めてないので、大体の数しか集めてないので、余るかもしれないし、足らなくてまた採取行くかもしれません。とりあえず現地移動してみます。じゃん。はいどうも。飛んできました。現地こちらですね。ちょっと土台だけどんな感じになるか引き詰めてみたんですけど、元の拠点があちらですね。ここ岩で塞がってたんですが、で、まあ潰して、こういう感じになってます。で、土台建築あんましたことなかったんですけど、なんとか引き詰めれる場所だったので、とりあえず引き詰めてみました。で、天井で埋めようか迷ったんですけど、段差が変わってくるんで、この形で、作っていきます。で、他にも、内装がこんな感じです。内装じゃない。建材が、結構集めました。壁とか結構数いるんでね、大変でしたけど、鉄ツールあったんで、集めてきました。で、作りました。鉄がそんなにないんでね、この辺がちょっと大変でしたけど、なんとか2個作りました。まあ、この辺はいいとして、とりあえず建築進めて、持てるかなあ、オーバーだった。困った困った。はい、じゃあ建材持ったんで、まあ、重量がね、まだそんなに持てないので、ちょっとずつ運びながらになるんですけど、建築していきたいと思います。で、あんまり何も考えてないので、多分、壊してとかになると思うんで、うまいこと早送りだけで、いけるかどうかわかんないんですけど、建築していきたいと思います。レッツビルド！
はい、どうも、建築終わりました。ちょっと編集でどういう感じになってるかわからないですが、見ていただきましょう。髪だいぶ伸びたね。結構途中で建材別のやつ作ったりとかいろいろ集めながら作ったので、多分カットしながらになってると思います。どこ見てるんだ？はい。では、こんな感じです。まあ、ちょっとだけ柱立てて、装飾してますが、まだ大したことできないので、こんな感じになってます。ちょうどね、土台がいけるところがあったんで、豆腐にならずに済んだかなと思っております。この辺どうするかちょっと迷ってるんですね。拡張用に置いておくか。一応天井を引いたんですけど、出入りがそんなに大変じゃなければ壊そうかなと。バランス合ってないですしね。ここがちょっと段差で、アンキロくんの出入りがしんどいっぽいんで、アルデインくんが仲間になるまではこのままかもしれません。では、簡単に紹介だけしときます。一応、恐竜の出入り口と、自分の出入り口。使うかどうかわかんない。念のため、作っときます。結構余ったんですね。アンキロくんも一緒に来ました。で、一応ですね、作業台2つ、炉が2つ、で、足場使って上に収納箱台を置きます。これで、一箇所で結構荷物取れるんで、作業がしやすいと思います。ちなみに、こっちで見た方がわかりやすいな。作業台75個入って、こっちの収納箱45個なんで、実は作業台並べた方が収納スペース、うまく並べれば、建築動画に出てると思うんですけど、手前から奥に置いていけばぴったし置けます。逆に、こっちから置いちゃうと、奥から置こうとして、こうやって置こうとするとスペース空けないと置けなくなっちゃうんで、ただ、配置的に向こうから入ってくるんで、こっち側に低連路あった方が便利だったかなと思いながら、まあそんな変わりないかな。これも、すり鉢。3つ設置しました。木の上で。これ石の上に置くとね、なかなかすり鉢、変な感じになるんで。木のテーブルも作りました。まあ、よくやられるものですね。で、3つあるのは、結構すり鉢使うんで、大量に作るのに結構使うんでね。で、こっち側にも収納箱。で、ここからもアクセスできるようにしてあるんで、こっちにもアクセスできる。で、こっちにもアクセス。ベリーとかね、ここに入れれるんで、で、発火口も作るんで、発火口そのままこっちに購入できます。食料保存庫案内できてなかったです。渡します。まだ荷物引っ越してきてないんで、発火口がない。で、動画上で忘れてたんですけど、餌箱忘れてたんで、多分編集で入ってないと思うんですけど、設置してます。餌箱あると、この、あんちゃんの上に見えるかな？こういう感じで、餌箱マークがつきまして、この餌箱ついてる範囲であれば、この餌箱から餌食ってくれるんで、今ベリー入れてるんですけど、お腹空いて死んじゃうことはないで。
で、アンキロくん、サドル作りました。ちょっと皮が250個いるんでね、大変でしたけど。カットしてます。素材集めを全部カットしました。で、上案内しとこうか。もちろんここ出入りできますね。で、ここにベッド、3つ置いてます。リスポーンしやすいようにね。1個にクールタイムあるんですが、3つあれば、だいたい回ります。キングベッドですね。重ねておけるんで。で、はしごで上がるようにして、ちょっとずっとね、階段でいい方法を考えてたんですが、無理だったので、扉はつけてません。うちのハッチ枠自体は、この、でっかいのを作るときに自動で取られるんで、上に持ってたんですけど、扉は扉なんで、エングラム取らないといけないんで、取ってないです。で、これ扉ですね。それで、この辺りに、飛行系恐竜を並べれればなと。で、ここから中に入れるように。なんで2つ置いてるかというと、たまたまサイズがちょうど良かったのと、ほとんどそれなんですけど、光入れにちょうどいいかなと思って、こんな感じになった。動くの邪魔なんで、こっちはとりあえず閉めて、で、本来4段の高さ、ダメージ食らった。ダメージ食らうんですけど、うまいことすれば、ベッド、ダメージ食らわずに。さすがにね、下にベッドあるからってクッションになってくれないですね。一応、上からはしごにアクセスできなくはないんですけど、難しいんで。普段は開けて、光を入れればな。あとちょっと、暗くなっちゃうんで、壁だけだと。なので、木の柵作って、こういう枠で光入れてます。で、柵の上に壁置けないんで、天井から壁を下ろしてます、これはね。本当は、これですね、両扉置いて、いい感じにできるんですけど、ちょっとそこまで今建築、両扉あったんで、やってもよかったんです。そこまでちょっと、仮なんでね、これも。とりあえずの拠点ではあるんで、そこまでしてません。機能重視ですね。ちなみに、僕の建築は大体能率型なので、センスいい建築はできないです。努力はしますが。ということで、拠点建築と拠点紹介でした。で、レベルも上がって、プテラノドンのサドルも作れるようになったので、次回はこのプテラノドンのテイムに行こうかと思います。ケラチンいるんで、サドル作るのまだ、これはこれでまた集めないといけないんですけど、それも作っていきます。建築会はこんな感じでございますね。ということで、次回までにクロスボウと、麻酔矢用意して、テラのテイムやっていきたいと思います。では、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。